はいどうもカッパレボリューションです。ユンジンとツーショット撮ってきたはいちゅうことでね、タイトル通り、ユンジンとツーショット買いに行ってきましたよ。いやね、いわゆるファンイベント的なの、参加するの、その2回目なんですけど、1回目がその、5月のね、会でお見送り会、ホットのアルバム6枚セットかな、あれを買えば先着でお見送り会参加できるみたいなのがあって、あれを買いましてね。あれが確か5月かな、5月にやって、ちょうどねユンジンが、腰悪くしちゃって、でその時のイベントでユンジンとツーショットが当たってたわけですよ。それもねお見送り会の6枚セットのやつ、最初ね全然間違えてついてない方の6枚セット買って、で、その後気づいたんだけど、その最初6枚普通の6枚セット買っちゃって返品ができなかったんですよ。でその後にノーマルっつうかお見送り会がついてる、6枚セット買って、で結局その、12枚来たわけじゃないですか。でお見送り会はちょっと、本当にファンイベント的なのも参加したことなかったから、ちょっといよいよちょっとピオナ歴もね結構経ってきたんで、ちょっとファンイベントどんなもんかみたいな感じでね、お見送り会ちょっと行ってみようかなみたいな感じで、買ったわけですよ。でその同時にね個別のなんかサイン会やらみたいなイベントにもなんか応募できるみたいな、1枚一口ずつで、でそのね12口ついてるわけじゃないですか。でそれをね、どうしようかなと、全員サイン会、個別ツーショット、いろいろあってね。でちょっといかんせんね、ルセラフィムはもうメンバーねちょっと選べんと、もうみんなほんとどっちかというともう箱推し寄りだったんで、ちょっとこうメンバー個別一人選ぶのちょっとこうつつけがたいつうかその中でイベントで選ぶとしたらツーショットがいいなみたいなちょっとやるなら写真撮りたいじゃないのよみたいな感じでね、それでツーショットにしようみたいな。でメンバーどうしようかなっつってで考えてたんだけど、ちょっと一人じゃちょっととてもじゃなくてもねちょっと決めらんなくてね。で前のサマソニの動画とかにも登場してるレベッカにね、ちょっとどうしようと、ツーショットメンバー誰がいいかなっつって聞いて、レベッカ曰くじゃあもうちょっとユンジンにしようっつって、
で、その12口全口もユンジン全振りしたわけですよ。したら当たってね、ちょっと大体皆さんどんくらい応募してるかわかんないですけど、どんくらいの確率なのか、マジでこういうファンイベントみたいなの無縁でね生きてきたんで、12口が多いのか少ないかちょっとわかんないですけど、でも当たりましてね、幸運にもで取ってきたわけですよ。で5月のねお見送り会もすごい良かったんですけど、やっぱメインは個別のやっぱツーショットじゃないですか。でそれでね行ってきたわけですけど、ちょっとなかなかねえぐいっすね。でね、もう写真出しちゃいますけど、こんな感じです。いやえぐいて、いや距離感えぐいて、いやもうね真ん前にいるわけじゃないですか。いやーちょっとその、ポーズもねハート1番ハート2番グーで3番がピースかな、ピースでポージングを選べみたいな感じで、ほいでなんかイベント X とかで見た感じのイベント投稿みたいなのにしたらやっぱ皆さんハートが多いわけなんで、じゃあやっぱもうスタンダードにハートにしようかみたいな感じで、ハートにしてね、写真こんな感じで写真撮って、ブース入ってでこんにちはみたいな感じでね、でこのハートがもう、写真の接触率高みたいな、ちょっとえぐいっしょみたいな、いやもうほぼなんか第二関節ついてんだけどみたいな感じで、いやもうぶっちゃけこの時ねもう指めっちゃ震えてて、正味いやえぐいぐらいもうこんな感じですよ本当に。でも本当にもう指くっついてるからもうユンジンの爪カチャ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 みたいなでも感じっす。いや本当になんかごめんなさいみたいな感じですよ。ユンジンごめんって本当に爪カチャ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 みたいな、顔はもうめちゃにやけてるし、もうそりゃね目の前にしたらもうこんな顔にもなっちゃいますよね。いやーって感じですよ。もうほんといやもうちょっとなんかお話ししたかったんだけど、ほんとなんかいかんせんこう面と向かってのイベント、お見送り会は本当にもうさあみたいな流される感じだからさあれだったけど、個別で面と向かってのイベント初だったんで、ちょっと喋れるかなみたいな、ちょっといかんせん私もねこう見えてロンドン大学に留学してたんで、英語はある程度たしなんでる方なので、会話英語でねちょっと会話できたらなみたいな思ってたんですけど、本当にもうブサイってありがとう今日はありがとうみたいなユンジンが言ってたような、ほぼ覚えてないんだけど頭真っ白でなんかはーいみたいな言ったような言ってないようなみたいなでもうスタッフもじゃあはい
写真撮ります、ポーズお願いしますってハート作って、321みたいな感じで撮ってもささっとThank you みたいなぐらいしかちょっと言えなくてね。いやなんか他の方のレポ見てると意外と会話してて、どうすんのいや会話したかったけどね。いやちょっといや本当になんかこんな機会本当ねなんかめったないんで、マジでねもうほんとこういうイベント無縁でね生きてきたんで、本当になんかイベント行くっつったらもう男臭いね現場とかしかないんで、もうファンイベントあったっけな、行ったこと。なんかタワレコとかのインストアライブとかなんか UK バンドとかの行ったことあるけど、もうほんとそれぐらいじゃない。サイン会とかも行ったことないしね。ライブ行っても野郎ばっかだしで、あとなんだろう、M ステの観覧とか、ね、オアシスの、いやもう本当についさっき X でその当時観覧行った M ステの映像がを流してくれてる有志がいて、その映像を見たらね本当に16年前の自分が映ってて、すごい懐かしい気持ちになったけどまだ本当になんかそういうのしか行ったことなくて、あとあれだ、今年の3月にねブラックピンクリサのファンミも行ったんすけどね、行ってたわ。それぐらい、それが本当に初参加だったね。まあこれもまたねちょっと奇跡的なあれなんですけど、応募一口でも当たるって意味不明な幸運、ちょっとどっかの機会でねこれもねちょっとお話ししたいんですけど、こんな感じ的なね。で結構X 見ててね、結構もう他の部とかぶってつうかユンジンツーショットでも大阪 2days あと振り替えの分とか、あともうディファレントの方か、あれもなんか4日連続行ってる方とかいて、いやすげえなっつって、そんないけるもんなんつって、すごない。いや結構お金も積まれてるんでしょうけど、にしてもいやすごいなっつって、いやまあ個人的にもねちょっとこんな感じなんで、いやもう次もあったらもうぜひ行きたいんですけどね、本当に。可愛かった本当にさすがにねもうこの年にもなると先行のハサウェイでもねケネス大佐が言ってましたけど、女性ね綺麗な方と会ってもそんなバーみたいな若い頃みたいに上がるみたいな経験も別にもうないわけですよ。いやでもマジで緊張して、いや今年一番緊張したねマジで。そもそももう前日も全然寝れないっすよ。テンション上がってつって
ても4、5時間は寝ましたけど、で家出るじゃないですか。いやもう気温もね、めちゃめちゃ暑い日でさねえ、だってちょうどね1週間前ぐらいサマソに行って、その疲れもね溜まってたんで、ちょっと1週間結構もうほぼほぼ極力家から出ないで、過ごしてたんですけど、その久々にねがっつり家で出たら最高気温も37度で、いやもう駅行くまでの徒歩10分ぐらいで脱水症もう家出る瞬間からもう心拍数やばくて緊張で、それもあったのか、もう駅着く頃にはもうちょっと脱水みたいな感じになってて、ちょっと駅のホームでちょっと座り込んで、いやもうちょっとやばいみたいな。で電車来ても結構混んでたんだけど、空いてる席探してすぐ座って山手線でね。でその冷房結構効いてるから電車が、それでなんとかねちょっとふらついてたのがある程度回復したんだけど、そんぐらいもうドキドキバクバクでもう死ぬかと思ったマジで。対面数十センチの距離はもうえぐいてあの方たちをねちょっと目の前にする、いや本当に貴重なね体験ですよ。本当に画面越しとかもステージ越しでしかも見れない相手がね、まさか数十センチの距離にいて一緒に写真撮ってるわけだ。非現実的すぎてもわけがわかんなかったって感じ。次も行きたいいやちょっと結構友達連中とかも結構乃木坂ファンとか多かったんで、なんかイベント行ってきたみたいな話は聞いてたんだけど、俺はもうそこへもノータッチだったんで、ようやく彼らの気持ちが分かりましたね。これ言っちゃうわ。これ言っちゃうね。もう早くまたなんかオフイベ行きたいもん。あとユンジン推しだね。押すしかないですね。もうこんな写真ね撮っちゃったらもうっていう感じです次はもうあれか、東京ドームか。あともう3ヶ月切ってるもんね。つう感じで、今日はこんな感じです。ちょっと写真見返すたびにまたドキドキしちゃってる。まさかねこんな自分がオフイベ行くとは思ってもみなかったね。いい年してワーキャーのファンどうなのよみたいな思ってたけど、もうあかんわ、あかん生きてほんともうやっぱ若い子多いからさ、イベント行ってもちょっと気使っちゃうわけですよ。ちょっと自重しながらほんと次はマジで
英語でちょっとトークできるよ。なんかオフイベ参加できたらって思ってますよ。どれが一番喋れんだろう。サインかな。どれだろう。話したいね。どれなんだ、知りたいです。ちょっと有志の方いればコメントで教えていただければありがたい